前回は増援で大きく動いた回だった。何しろ一度に2人、400サイクルぶりだからね。しかも2人目の枝は熱意を買われての増援という。そしてツヤツヤドレッコの飼育にハテナがついた。マジで育てずに仮装を目指すのが早そうだ。心配があるとするならスーツを着こなせるかどうかね。あまりにも到達が流行っても持て余すだろうしな。金属鉱石も銅では相当弱いでしょうし。やるならヘドロ、火星を攻略してからだろうな。それが現実的でしょうね。RTA 動画でも見れば勉強になるかもな。そんなわけで今回も行ってみよう。ゆげサバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回はスリップスターの旧車がヤバい理由から開始です。どうにもおかしいと思ってましたけど、原因判明しました。はいこれです。当コロニーの名物、過剰な酸素。ヘドロバイオームを掘り抜いたことで汚染酸素由来の酸素が大量に発生、それが周辺に圧をかけています。調べたら 4000g くらいありやがんの。ということでとりあえず海洋バイオームを掘り抜いて酸素を逃します。マリサさん、何かやってることおかしくね？奇遇だなレイムさん、自分も一周回ってる気分だよ。どうするよこの大量の酸素。またタンクに詰める？宇宙に恋はしたくないぞ。言うても圧で鼓膜破れるでこんなん。もう一度言うけど、ゲームのタイトル考えてみろって話だよ。根本原因は水源がタプタプであることだろうか。惑星の生成シードに罪はないぞ。そろそろマジで皆さんに殴られる気がする。星座は覚悟してます。なんだよこの状況。前回の問題に対して、配電網を見直すぞ。逃げるのやめました。さすがにまずい。で、今更気づいたんですけど、各所にスーツドッグ用の吸気ポンプが。これもう無意味なんで、寒冷地産の酸素をパイプで繋ぎ直して片っ端から破壊します。それと、変圧器の増設を実行。天然ガスをメインに回して、石炭を天然ガスの稼働量バックアップに回します。調べてみたら一番ヤバい経路で潜在的電力負荷が4000超えてました。てへペロ、皆さんのパンチが飛んでくるからやめろ。さて、うちには今、天然ガス発電機が5台あるわけです。つうことは、3台側が2400、2台側が1600を生成していると。毎秒で良いんかね、これ？とりあえずその認識で進めよう。つうことは、単位時間あたりに取り出せる電力は、毎秒2400と1600だと。だったら変圧器は3台と2台しか動かねえじゃんか。おっと待ちなよマリサさん、電力稼働を想定してはいけないぜ。レイムさん、なんだよそのキャラ付け。迷走してんのよ。つうことで過剰な台数の変圧器を挟んでみる。これで電線を伸ばして、各経路に接続し直そう。問題は液体クーラーと精錬装置よ。どうしたもんかな。大容量電線を引っ張る真似はしたくないし、カンニングしてくるかな。それが良いと思うわ。七点抜刀を見てもらうのが当チャンネルの使命なんだけど。こじらせたな。どうすっかなこれ。あかん、雪塩水が溢れそう。タクタクコロニー再び。なんだよこの状況。しかも液体クーラーの温度が上がりまくってる。今で138度くらいあります。思いのほか冷えないな。原因に心当たりはない。力強すぎてきた。あるとすれば部屋の狭さとタプタプ問題かな。コメント欄で論争になってたからね。雪塩水でも突っ込もうかね。もうこいつはいじりたくねえんだけど。気持ちはわかる。配電網だけ改善してほっとこう。悪夢の種をまいた形だな。うるさいぞ。取り急ぎ数本の電線を引っ張る。完全な対応は原油周りの発電後に回します。この日につくような緊張感たるや。実はいよいよ電線の破断が始まりまして。今まで無事だったのが奇跡なんだからね。何がトリガーになったのかはわかりません。予想としてはヘドロ蒸留機と淡水化装置を再稼働したことじゃないかと。ヘドロは自動掃除機が範囲外になっていたのを修正。そして淡水機は配管が切れていたのを修正したので動き出した形です。ヘドロはともかく淡水機は 480W だからな。ほぼ常時稼働だしね。それから、液体クーラーと精錬装置の電源は原油に依存させます。もはや上からの配線は完全にパスタ状態で、これ以上はメンテと増築不可能と判断しました。そもそも大容量電線を引っ張れるかも怪しいんだが、専用の経路を整備した方が良いかもね。色々と立ち退いてもらうことになるな。ここまで崩壊なしで進むとは思ってなかったから、移動チューブも大容量電線も経路を用意してなかったからね。300サイクルくらいで滅んでリテイク、くらいに予想してました。ちなみにセーブロードはやってません。ほぼやらせなし。ほぼって言ったのはたまに配管をぶち抜いて水浸しになってロードしたからです。割とやるから困る。2回くらいやってるな、確か。配電網がひどすぎるけん。もはや笑えるレベル。よく今まで破断しなかったな。繋いでるけど稼働してない吸気ポンプなんかがあったからね。この際なのでまとめて壊しておきます。ついでに自動化倉庫も用意します。コロニー内の資源回収も進めたいけどな。床を鳴らしてスイーピーかしらね。先日掘り抜いたヘドロの資源もまとめたい。隊員に金山の施設を頼むと毎回、汚染水に飛び込んでるからね。ほっぽっといたつけだと思ってチクチク進めよう。それと、移動チューブと大容量電線を引っ張る経路について候補を探ってます。一応、ここにしようかなって場所は絞り込めてます。すんげー苦労しながら配電網を分断中。良いですか皆さん、夏休みの宿題は早めに終わらせるべきです。
さもないとこのようなことになるわけです。もはや計算が通用しないごちゃり加減なので、実際に引っ張って経路を確認して切断、新規配電網の接続という流れです。こいつである程度、ごまかしつつ原油に手を出します。ごまかすって言ってもきっちり1000ワット以内に収めてます。やり直したい気分はとうに乗り越えました。このままどこまでいけるか試します。配電網を細切れにしつつあるので、相当緩和されてはいます。ちなみだけどこの消毒室、もういらなくね？それもそうね、塩素ぶちまけるけど壊しておきましょうか。自動掃除機も怖そう。コンベアレールは残しても良いかな。ヘドロぐらいのもが蓄積してるはずだからね。逆走してもらって倉庫に詰めましょう。補給が来たわけですが、見たことがない服が来てました。品の良いカマーバンド？いつの更新かわからんけど、服が随分、増えてるよな。紡績機だかなんだかでカスタム可能になってた気がする。まあ今回は鋼鉄をいただきますけども。服の効果も調べておいた方が良いかもね。高性能だったりするとありがたいからな。能力値爆上がりとかないもんか。贅沢を言い出した。こっそり整備していた自動化倉庫が動き出しました。空中でキャッチしてくれると良いけど、ダメそうならコンベアの経路を増やそう。一応、裏で軽く実験してから作ってます。現在のコンベア経路は、旧車のみになってます。今後、どんどん増える予定。しかしこの倉庫でも足りなくなるだろうな。そうなったら第2倉庫、第3倉庫を作るのによ。近場に空間はまだあるし、配電網が落ち着いたおかげで使える電力の総量が増えたしな。コンベアが順調に稼働中。このまま自動化を進めたいが、資源的に不安が残る。先に原油、それから並行してバイオームの攻略に回しましょう。限りあるリソースだからな。各所の資源も回収したいけども、調子に乗ってるとまずい。地道に掘削に汗を流そうじゃないか。精錬金属はまだ作れるから良いとして、金属そのものの枯渇も疑われるからね。ここまで来たら1年は持たせたいもんな。そうね、隊員たちにも愛着が湧いてるし。しかしこれ、倉庫が埋まりきったらコンベアの経路を切り替えるとかできないかね？今のところ目視してプチン、しかないんじゃないの？やるとしたら荷重プレートかな。全部の倉庫につけるつもり？一つで精錬金属25キロ。無理だなこれは。金属火山でもあれば別でしょうけども、うちで見つかってるのはただのマグマ火山だからな。周辺のバイオーム攻略も進めますか？これ以上、贅沢は言えないからな。皆さんからのコメントなどを受けて、3P の導入を検討中。ってことで整地しておきます。塩水が微妙に邪魔ね。しかしこの真下はもう原油層だから、落とし込みもできないぞ。小さい貯水池作っても良いけど、後々邪魔になる気がする。やるならきっちり対処した方が良いな。ここからならスリックスター旧車の真下の塩水間欠線が遠くないわね。ミニポンプで吸い出して統合しておくかね。ちなみにですけど金属の使用に歯止めが効かなくなってるので、プラスチックでいける設備はプラでやってます。配電網の整備の副作用で動画随分、帰ってきてくれましたけどまだまだ怖い状態です。もしかするとこの時点で罪とか見えるのかもしれないわね。ロケット打ち上げ用のリソースが足りない可能性があります。特に、裏のサンドで隕石と格闘していて、いかに厄介なのかを痛感中。あいつはひどいな。DLC で随分楽になるらしいが。先人に敬意を表してうちはバニラでやります。しかしソーラーパネルがやばいなあれ。予習が必須ね。バキバキ壊されるんでやんの。あれ無傷で過ごすの無理なんじゃないかね。一応、サンドで試行錯誤して入るけど今のとこ安定すらしないね。好きで始めたわけではなくて、サンド用の上層環境がバンバン電気が止まるので、対策してたら大喧嘩になった件。完成形が見えるまではやるつもりですけども。右の自動掃除機がローダーの範囲外だったので修正中。ここを自動化したのは良かったかもしれん。かなりの木材を落とすからね。ここは、天然は生育が遅いのでまだ良いんですけども。そしてひたすらに増えるどんぐり。もうすでに24個になってるわね。おのれ脱出キッズね。あ、そうそう、実験動画の件ですが、予想してみました。あれって植えたタイミングでどんぐりが入ってたんじゃないかと疑ってます。そして脱出キッズが掘り出した後はどんぐりが発生しない、とか。実は、どうやら天然のアーバーツリーがどんぐりを出してないみたいで。そんな予想を立ててみました。暇があったらサンドで検証動画でも作ろうかと。色々とご意見、情報があるのは理解してますが、あくまで試験の実験ということで。一番最初に攻略した火星バイオームの資源を根こそぎにいただきやす。ついでに塩素間欠線の周辺を保護しておきます。うっかりぶち抜いたらロード確定だからな。苦い思い出が蘇る。しかしここは意外にも資源が豊富だな。改めて見ると鉄も石炭もまだまだ残ってるわね。鉄は来たるべき宇宙時代に備えていくらでも欲しい。そういや隕石って鉄を含むんだっけ？まとめ引き見てきた。含むみたい。じゃあ時間をかければ稼ぐことは可能なのか？理論上はそうかもな。しかし表層でひたすら掘るってのは人力では無理ね。ロボにお任せだろうが、絶対に隕石で叩き壊されるな。現実的ではないわね。それと、石炭の枯渇が見えてます。まずい状況ではありますが、まだ掘れる資源があるのでそこに依存します。
旧車の改造が待たれるな。先日すんげー動画を見てしまって目から鱗どころかまぶたがもげる勢いでした。うちのような動物をめでる系では絶対に出てこない発想からの建築。非常でなければ生き残れないわね。現実は非常だ。各所に残る汚染水を微妙にかき集めてます。利用したいわけではなく、単純に邪魔だからだったりします。過剰な酸素問題の解決にもなるしね。うちでは汚染水の供給元が炭素スキマーとヘドロ蒸留機だけなので、まああれば便利なんですけども。ちまちま残ってるやつも統合しておきましょう。新人の仕事にもなるしな。吸い出し後は床を整地して、資源集めの予定。機械任せだから吸い終わるのを気長に待とう。あまり遅かったらミニ給水ポンプを増やします。さて、事情があっていつもより長めの動画だけど、そろそろ締めよう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。